こんにちは。日進月歩、塩田正宏です。今日はですね、合気道家、武道家が読むべき本を紹介していきたいと思います。で、合気道家、武道家だけではなく、人生に迷っている方、そういった方も、読むべき本を紹介します。一つ目がですね、猫の妙術という本です。どういう本かというと、結論から言うと、こだわり捨てろっていう本なんですけども、一切著山という、方が作者です。一切著山っていうのは、江戸時代の武士にあたるんですけども、宗師という本をベースにして作られた本になります。で、その宗師っていうのは、一言で言うと万物聖道という思想のもと作られた本なんですけども、万物聖道っていうのは人類みんな全て一緒だよねっていう考えなんですよね。心人合一とか、我すなわち宇宙とか、青木博之先生の言葉で言ったら天地人々我一体っていう言葉があるんですけども、敵と自分を区別することなく、また生きる、死ぬっていうことを区別することなく、することが一番人生で大事というか、自分の思い通りのものを描けるよねっていうことなんですよ。で、この猫の妙術が作られた時代っていうのは、江戸時代であるんですけども、その時はどういう時代だったかというと、関ヶ原の戦いが終わった後なので、みんなですね、戦いもないですし、そんな平和の中で剣術の練習をするわけですよ。武士は一見ね、もう切腹とかしますから、死なんて怖くないっていうイメージがあるんですけども、その平和な時代ですから、やっぱ本物の剣を持たれてきた時には、やっぱりみんな怖いんですよね。みんな怖い。で、そんな中で剣を学ぶ意味って何なんだと。武道を学ぶ意味って何なんだっていう、その主人公が考えさせる物語になってます。で、これ何が面白いかというと、猫なんですよ、出てくるのが。その猫との会話でストーリーが繰り広げられるので、すんごい面白い内容になってます。その後にね、我が輩は猫であるって夏目漱石が作りましたけども、それよりももっと前に作られてますから、なんでしょうね、猫を出して、猫と会話しながらやる本って、なんかすごいですね。江戸時代から作られてたんだなって。思いました。登場人物は証券というものですね。証券。この人は剣術者なんですよ。道とは何なのか、剣術の奥義っていうのは何なのかというと常に考えられている方。で、もう一つ特徴が猫の言葉がわかるんですよね。だからこの証券と猫の会話で武道の奥義って何なのかっていうのを考える本になっています。で、登場人物は他に大ネズミ。この大ネズミが証券の家に現れて、これを追い出してくれと。で、追い出すのに、いろいろな猫が登場するわけですけども、どうやってこのネズミを追い出せたかっていうような話になってます。で、まずは登場するのが白猫。で、次黒猫、虎猫、灰猫、古猫っていうんですけども、白猫だけは武道で言うと白帯だと考えてください。で、他の猫は黒帯だから強いものなんですよね。で、それがなんで勝てなかったか、なんで勝てたっていうお話になってます。で、白猫、証券の家にいる飼い猫なんですけども、猫ですからね、ネズミにはよりも強いとは思うんですけどもね、この大ネズミは非常に強いネズミでして、この猫と同じぐらいの大きさがあるんですね。なので、白猫がですね、追い出そうとしても、瞬殺でやられてしまいます。で、それよりももっと強い猫がいますって紹介されたのが黒猫なんですよ、次。黒猫は技に長けていても、俊敏性もあっても、何でも技を磨くことに、費やしてきた猫ですから、なんでしょう、ネズミに負けたことがないんです。ネズミに負けたことがない猫が、ね、大ネズミと戦うんですけども、結局やられてしまうんですよ。今まで負けたことがないのに。でも、私よりももっと強い猫がいるって紹介されたのが虎猫。虎猫は、この虎っていう字からもわかるように、すごい気の持ち主なんですよね。蛇に睨まれたカエルじゃないですけども、虎とかに睨まれたらもうおじけついちゃいますよね。そのおじけついてる間にやっつけてしまうという、気で圧倒する猫なんですけども、その気も叶わず、大ネズミにすぐやられてしまいます。で、次に出てきたのがハイネコ。これなんか強いような感じがするんですね。悟って相手をもうね、戦わずして勝つみたいなことをやってきたものなんですよ。なので、大ネズミさん、あなたは強い。私よりも強い。あなたと戦う気はありませんと。でも、ここで戦わなくても、またどんどん次々と強い猫がやってきて、あなたは嫌な思いしますよ。だから、私と一緒にこの家を出ましょうって言うんですけども、結局ですね、それもやられてしまうんですよ。なんでやられるかっていうのは後で説明します。で、最後に出てきたのがフル猫。もう本当になんでしょうね、老人の猫って考えた方がいいですね。戦う気もないし、相手をやっつける気もないんですよね。でもその猫が大ネズミをですね、戦わずして、口で加えて追い出してしまうと。その口で加えられた大ネズミもですね、戦う気がないんですよ。暴れる気もないし、それでポンって、あっけなく終わったっていう感じなんですけども、じゃあなんでですね、フルネコはネズミを追い出すことができたのか。なぜでしょう。ここがその武道の奥義
になるんではないかと、証券はね、その後こうどんどん尋ねていくわけですね。で、そもそも真の部っていうのは何なのかっていうことなんですけども、上柴森平先生が言う真の部っていうのは、この部っていう漢字、ここの部分、止まるっていう字ですよね。止まるっていうのは、歩むっていう意味がありまして、あと、止まるじゃない、ここの部分ですね。ここの部分っていうのは、矛っていう意味があるんですよ。なので、矛を持って歩めっていう意味に捉えられてた時代もあるんですよね。矛を持って進んでやっつけろって、武道の武はやっつけることだって言われてた時もあるんですけども、上柴森平先生、いや、本来の武っていう意味は、その読んで字のごとく、ここ止まるっていう感じじゃないですか。なので、矛をとどめさせることが本当の武だっていうんですよね。なので、一言で言うと、古猫はこうできてたんですよ。で、なんでできてたのか。そのやっつけるために何が必要かっていうことなんですけども、道理を知る。もう一つは公然の気を持つっていうことなんですよね。道理っていうのは人として行うべき、筋道、正しいことですね。人として行うべき正しいこと。で、公然っていうのは水が溢れる様子のことを意味するらしいんですけども、義、人のためのことをやって、繰り返しやることによって出てくる気っていうんですよ。人のためにやっていったら出てくる気。これ何なんだろうなって思うんですけども、義ですね、義。で、塩田合同はですね、合気道は道場だけじゃなくて、すべて日常、すべて起きるときも、すべて合気道をしてなくちゃいけないって言ってまして、で、徳を積むことが大事だと。で、徳を積んでいかないと。毎回どんどん積んでいかないといけないって、これの真意っていうのは、利他的な相手のためにやることが、無意識になっていくと、それがですね、公然の気を放てるっていう意味なんですよ。なので、この公然の気を持つことで、思い通りにできるっていうことなんですよね。でもどうしたらその、公然の気を得られるか、言った徳を積むこともそうですけども、武道をですね、勝つためにやるべきではないっていうんですね。武道は自分のありのままの姿を受け入れるためにやるんだよということですね。なので、ありのままを受け止めるってどういうことなんだろうと。例えばですけども、我、すなわち宇宙、宇宙も一緒だよと。私も自然も一緒だよ。心人合一、私も神も一緒だよ。もう全部一緒だよ。敵っていうものも区別するもんじゃないよっていうことなんですけども、それが本当ありのままの姿と。で、これって、なんでしょうね。例えば、ここに青いペンがあります。で、私から見て赤いペンっていうのはそこにあるわけですよね。ね、そこにあるわけですよね。で、こことそこで区別してるのは、私のちょっと意識というか主観であって、本来はここもそこも関係ないよ。どういうことかというと、じゃあ私がこっちに来たら、さっきここって言ってたものが、今はそこに変わるわけですね。なので、そんな区別っていうのはするべきじゃないと。そういう境地なんですよね。それと同じように、生きることも死ぬことも、同じものだって考えることが、重要だと。これは自分、他人、敵とかね、いうことでもいいんですけども、それも本来一緒のものだよって考えられるようになるといいって言ってるんですね。なので、今そう区別してるのは、本当は妄想なんだと。でもその妄想の夢から覚めることを悟りって言うんですよね。で、さっき、なんでハイネコは、悟っていたのにやられてしまったかっていう話なんですけども、なぜかというと、作為があったから。相手をこうするために、自分はこうやって悟してやればこういくなっていう作為があったんですよ。作為があると、やっぱダメなんですよね。そこはもう考えないでできるようにならなくちゃいけない。塩田合造が例えば電話は鳴る前に出ろとか、お風呂から出たら内弟子の人がタオルを持っていきますよね。それも、なんだろうな。もうそろそろ出る。そろそろ持っていこう。っていうことを最初は意識的に行うんですけども、その意識的に行うものから感じて、思うと同時に行動ができるようになるための訓練なんですよ。なので、そうなることが大事ということですね。で、どういうふうに今のこの武道を練習していけばいいかっていうと、この本でもね、技、気は重要って書いてあるんですよ。なので無駄じゃないんです。もちろん、技を練ること、気を練ることっていうことは重要なんですけども、また、悟りも重要なんですけども、思ってやるんじゃなくて、自然とできるようにならなきゃいけないなっていうことなんですよね。で、そのためには段階がありまして、例えばステップ1、一つの技を繰り返し練習する。型がありますよね。合気道はありがたいことに型があるわけですよ。で、一つの技を、繰り返し練習します。これは人が変われば技も変わるはずなのに、一つの技を、ね、その右足歩いて、左足歩いて、右足歩いてって繰り返しやるんですよ。ね、人が変われば左足から歩いてもいいじゃないですか。でも、それを右からも、
左からも同じようにこう繰り返すんですね。で、いつの間にかステップに意識をしないでも技が出るようになります。最初は右足、左足って考えていたものが、だんだんと考えなくても自然と足が出てくるんですよね。そういう体にこうなっていくんですよ。意識してやっていたものが2番目、意識しないでも技が出るようになる段階が来ます。ね、私もなんでしょうね。例えば今ピアノの練習をしていて、ピアノって一つ、こうやっていって、これは、型というか、考えてやるんですけども、考えなくなったら指先がこう勝手に動きますよね。すいません。僕はまだピアノそんな段階にはなってないんですけども、これがあれだな、その合気道の重要技は考えないでこうできているけども、こうピアノでこうやってみたい。新しい人とか、僕も最初の時は、こう考えて、1、2、3って考えながらやっていたけども、このピアノと一緒なんだろうな。それが自分のものになっていけば考えずにこう指先が動いていくじゃないですか。そんな段階にこうなっていかなくちゃいけないなっていうことなんですね。で、3番目、その本質的な道理をする。で、これはどういうことかというと、いろんな技がありますよね。でもその技の道理っていうのは全部一緒なんですよ。例えば、僕が思うに、人間が求めるこう道の断りっていうのは、自然体でいることだと思うんですよね。例えば技こう、進むにしろ、ただ歩いていれば、一番技が効いてくるんですよ。だから歩くこと、自然体でいることっていうのが意識しないでこうできた後に、その技、こう全部の技って何の意味があるんだろう。だって後ろ技両手持ちなんてあんなことしないじゃないですか。本来起きないけど、これは何のためにやってんだろうと。ね、後ろに肩持たれてる、後ろに肘持たれてるとかありますけども、それはもう自然体でいることが大事なんだよって分かってくるんですよね。ただ歩けばいいんだ。ただ、宇宙を感じればいいんだ。っていうね、感じになってくるんだと思います。すいません。私もそんな段階にはなってないですけども、なので、一見ね、今ね、生とか死とか自分とか他人とかこう区別しているところがあるんですけども、そんなこだわりを捨てろと。捨てれるようになると。そしたら人生思い通りに行く。意図せずにそういう風になっていくっていうことなんですよね。ね、非常に面白い本ですね。この公然の気を発していたと思われるこうエピソードがあるんですよ。例えば、ミハエル・リャブコ先生が、戦争の時ですね、ここから向こう側に渡るときに、みんな兵士とかね、走っていって、みんな銃で撃たれちゃうんですよ。ここから向こうまで行くの間に、こう、バーンって撃たれちゃうんですけども、ミハイル・リャブコ先生はもう死んだかのごとく、こうやって歩いてったんですね。そしたら、生き延びたんですよ。向こう岸に渡れたんですよ。それはどういう境地かというと、生と死を区別していない。もう死んだも同然、もう生きてても死んでるのも同じような感じで渡れたので、相手も攻撃する気をなくなったんですよね。そんな、そのエピソードがあるんで、それは完全に公然の気を放たれていたなと。で、初見正明先生、武人館の先生ですね。その先生も、これ完全に公然の気を発しているなっていうエピソードがあるんですけども、僕もね、こういろんなね、先生方と話しますから、これは、そういうこと、こういう気を放っていたんだなとか、いろいろと想像をするわけですけども、初見先生はですね、こう本物の剣が来てもですね、自分から向かってくるんですよ。こうやって避けてくるんです。こうやってギリギリを避けてくるんですよ。で、刃物、勃剣とかだったら慣れてきたらこうできるようにこうね、練習でなっていくかもしれないですけども、これはですね、生も死も区別してないからできることなんですよね。これで死んでもいいっていうような心持ちでないと、死んでも、この道が楽しいと思う心持ちないとできないんですよ。こうやって避けるのは違うんですよ。こうやって向かっていくんです。そういうふうに避けれるようなのは、その初見正明先生の、そういうところはやっぱり公然の評価を放たれているなっていうことですね。あとはですね、北鎌倉にある円覚寺の横田館長のブログを読んだんですけども、その円覚寺に船越義人っていう方の、お墓があるんですよね。で、船越義人っていうのは、小東館空手の、創始者であるんですけども、この方も公然の気を放たれていたんだなって思いまして、どういうことかというと、例えば戦いにこう勝つんですよ。小東館空手の創始者ですから、相当空手が強いわけですよね。でも、強い人っていっぱいいるんですよね。でも毎回こう勝てるわけですよ。で、なんで勝てるんだと。で、その時に船越義人が言った言葉がありまして、あなたは勝負のために戦ってると。勝ち負けのために戦ってると。それってこだわりなんですけどもね。で、私は、この道で死のうと思っても楽しんでいると。だから私は結局勝つんだと。この言葉を聞いてですね、この方は公然の気を放たれているなって感じたんですね。生と死を区別しないような境地ですね。そんなのは、妄想に過ぎないんですよね。妄想。で、ここでも揺るぎないもの、確固たるものっていうのは、ね、頑張ろう、こう心に決めてから頑張ろうっていう言葉っていうのは、
結局ね、何ヶ月か何年かしたら、まあ変わっていくもんですから、そんなこだわりっていうのはゴミなんだよって言ってるんですよ。なので、そう、心は移り変わりいくものですし、もう、それを受け入れる自然体でいなさい。こだわりを持つなっていうのが、この本でも、述べたいことでして、私たちも、まあ、求めていくべきことなんじゃないかな。こうやっていけば、まあ、自然とですね、思った通りのことが実現できるっていう、まあ、世界になっていくっていうことなんですよね。非常に面白い本でした。で、また、ね、こういった武道家にはこう必要だな、合気道家には必要だな、またその人生に必要だな、ビジネスに必要だなっていう本は、もう結構武道から得られることも多いと思いますので、そういった本とかでですね、私の考察含めて、まあ、お話できていけたらなと思っていますので、いいね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。バイバイ。